です。本日はですね、大滝栄一入門やっていきたいと思います。はい、3月21日にですね、待望のサブスクが解禁されたということで、いやもうよかった。これ待ち望んでた人も多いんじゃないですか。こういったタイミングで大滝さんのですね、音楽、これから初めて触れるよ、みたいなね、人になんかそういう入り口の場をね、提供したいなと思っているんですけども。じゃあまずちょっとですね、大滝栄一の、バックグラウンドね、軽くつるっと紹介していきたいと思います。まずですね、ハッピーエンドでキャリアがね、スタートするんですね。はい、そう、もうデビューからハッピーエンドなんですね、この人。すごいよね、キャリアが。言わずと知れたもうね、本当にね、日本の、邦楽史の、最重要バンドの一つですけども、はい、大滝栄一、ね、細野晴臣、松本隆、鈴木茂らとともにですね、ハッピーエンド、始めます。はい。そしてですね、この人なんとね、活動中からソロ活動をね、開始するんですね。2枚目の風待ちロマン、そして3枚目のハッピーエンド。その間にですね、大滝栄一というね、ファーストアルバムをね、出します。ハッピーエンドはその後ね、3枚目のアルバム出した後に解散するんだけど、はい、そこからだからもうソロですね、基本的には。で、ちなみにですね、名優山下達郎とは、73年に出会っております。74年にナイアガラレーベルっていうのを、設立するんですね。ここがね、やっぱちょっとおもろいところなんですよ。なんか自分のレーベルでやってたという。第1作のリリースは、シュガーベイブのソングス。山下達郎が本当にね、もうキャリアをスタートさせた、今やもう説明不要の大名盤なんですけど、そういうところにも関わっているという。でですね、エレックレコード、当時そういうね、レコード会社があったんだけど、と、3年間で12枚のアルバムを制作する契約を結ぶんですよ。めちゃめちゃハード、1年で4枚とか。それのね、契約とね、引き換えに16チャンネルのね、テープレコーダーをね、買ってもらうという。はい。本人としてはなんかですね、たくさんアルバム作りたいし、いろいろスタジオで実験したいみたいなね、そういうのがあったと思うんだけど、ただ、異常にハイペースな契約をね、結ばされるというね、ちょっとなんかそういう、時期があるんですね、この頃。で、このナイアガラレーベル、当初はですね、伊藤銀次率いるココナッツバンクというバンド、これをちょっとノベルティ路線の音楽でやりたくて、で、他にですね、メロディー路線のシュガーベイブ、そしてポップスの大滝栄一というね、三位一体構想みたいなのを持ってて、3つアーティストがいたら、それぐらいのアルバム数3年12枚さばけるだろうというね、そういう思いが多分あったと思うんだけど、ただ、ココナッツバンクもシュガーベイブもね、すぐ解散してしまって、大滝栄一一人で12枚さばかなければいけなくなるというね、非常に苦しい時期に突入するんですよ。この時期のだから作品ね、結構面白いんだけど、変わってるのが多いですね。はい。その頃ね、ゴーゴーナイアガラというラジオでね、DJ も務め始めます。これがまたかなりマニアックな内容で、彼が大好きなこのね、アメリカのポップスだったりとか、歌謡曲とかね、そういうのをかけたりとかしつつ、独自のこの音楽評論をね、練り上げていくという。で、リスナーはナイアガラと呼ばれていました。ここから転じてですね、大滝さんのもう熱狂的なファンはもうナイアガラと言います。この時点で普通のアーティストの活動じゃないですよね。かなりちょっと変わってると思いませんか？この12枚の、中でですね、結局大滝栄一名義のアルバムは3枚しかないんですね。だから結構ね、プロデューサーっぽい活動が実は多いという。で、もちろんそれらのアルバムにはね、毎回大滝さん関わってんだけど、なんか、ミュージシャン大滝をプロデュースする大滝みたいな、なんかそういう感じ。企画性の強いアルバムがだからこの時期非常に多いですね。なんか温度をやってみたりとかさ、ロックンロールカレンダーって言って、12曲収録して、1曲目はお正月みたいな、なんかそういうちょっと季節的な感じで行ったりとか、あるいは CM ソングをね、たくさん収録した曲を出してたりとか、かなりなんか変わった時期をやってるんだけど、もうこの時期本当にキャラメルママ周辺のスタジオミュージシャン、とかはね、起用してて、あとハッピーエンドのね、元メンバーとか、非常にね、高クオリティなんですね。ただ全然売れなかったという。だから結構ね、70年代は大滝さん、無名の人でした。ハッピーエンドもまだそんなに評価されてないし、影の薄い人だったんですね。でもその頃、もう70年代末に入るとですね、松本隆はもう非常にね、たくさんの、歌謡曲のスターに、詩を提供してて、細野さんはもう YMO でしょ？で、鈴木茂に関してもですね、バンドワゴンっていう名盤も出してるし、日本のスタジオミュージシャンのギターの界隈だったらもうほんとトップクラスの人という。だからちょっと大滝さんどうした？大丈夫かみたいな感じがあったのかもしれないんですが、81年にですね、もう渾身のアルバム、もうそれまでの、もう培ってきたアイディアとかもノウハウを総動員したアルバムをね、作ります。で、こっからが第2期ナイアガラですね。それまでのちょっとごちゃっ
としてた時期を第1期ナイアガラ。第1期のナイアガラだからもうリズムの追求と言われてるんですよ。もう本当にいろんなね、リズム、ルンバをやってみたりとかさ、なんか、ミーターズみたいなことやってみたりとか、いろんなことやってたんだけど、結局最後もう温度に行き着くぐらいなんかめちゃめちゃ突き詰めちゃう。もう本当に研究肌の人だから。第2期になってからそれらを踏まえてメロディーを追求し出すという。そこでこの大傑作ロングバケーションが来るんですよ。で、しかもハッピーエンドのメンバーが全員集結するという。で、詩はもう松本隆ですね。これがもうね、本当に邦楽史の頃も最強のポップス。ここでね、ついに、大滝栄一、商業的な面でもホームランを打ちます。めちゃくちゃ売れました、このアルバム。で、このあたりから、もう松田聖子に、曲ね、提供したり、風立ちぬ提供したり、森進一に、冬のリビエラを提供したりとかね、邦楽のね、世界の第一線に躍り出るわけですね。で、その後、84年にロングバケの、なんか、後継的な作品とね、言われることが多い。Each Time というアルバムをね、発表して、これも大変な名盤です。はい。その後、幸せな結末というね、シングルを1枚出してから、それ以降はもう本当にゆったりとした活動、もうほとんどご隠居さんみたいな感じになっちゃいます。だから70年代は本当に苦労して、たくさん面白い作品出したけど、なんかちょっとマニアックなところにいたんだけど、80年代に爆発して超傑作2枚出して、そっからは、隠居、そういう感じの、キャリアですね。面白いですよね。ただね、ちょっと本当に関連プロジェクトとかね、書籍とかたくさんあるんで、なかなか追いづらいんですけども、ざっくりだとこんな感じです。はい、じゃあちょっと必聴アルバムに移っていきたいと思います。はい、まず必聴アルバム1枚目、こちら、ロングバケーション。これしかないでしょ？もう、大名盤ですよ。もう、邦楽の一つのもう頂点と言ってもいいでしょうね。本当に。70年代のね、大滝さんの実験すべてがもう、ここにね、結実し、はい。最高のプロダクション。もう本当にだから、ボーカルテイクのですね、もう単語レベルの、もう発音とかニュアンスにこだわるレベルの異常なこだわり。もうそれぐらい、もうね、めちゃくちゃこだわって作った、時間かけて作ったアルバムなんですね。フィル・スペクターに大きく影響を受けた、もう本当にこの大人数のバンドの一発撮り。だからギタリストとかが4人とかね、一世のせいで、演奏するわけですよ。全員でもう、ね、何人いるんだ ?20 人ぐらいわかんないけど、ちょっとそういうのは本当に詳しい人がいるんだけど、ものすごい人数でそういうのを撮って、その音の迫力を出すというね、フィル・スペクターにね、影響を受けた、ウォール・オブ・サウンド的な手法、そういった部分とかももうすべてですね、ここにもう、ギュッと来て、はい。もうメロディーラインもね、もう本当にもうね、完璧ですね。もうマジで、50s の、アメリカのポップスとこのね、邦楽、歌謡のね、この本当に幸せな結婚ですね。このアルバムは、はい。最強の完成度を誇る、アルバム。もうこのアートワークのね、手掛けた永井博さんのね、こういったなんかその、イメージとかね、そういうのも本当になんていうか素敵ですよね。間違いなすぎるアルバムです。そして続いて、こちら、Each Time。これも傑作ですね。ただ、もうこのアルバムの頃にはですね、ちょっと若干その楽曲をひらめく上でなんか霊感というか、そういった部分がちょっとずつなんか失われてきてたみたいなことも本人は言っていて、彼の創作方法はもう先達のポップスのなんかもう膨大な引用の上に彼のこのアイディアを足して新しいものにするっていうやり方なんだけど、なんかその方法のこの最後のなんかアイディアみたいなところ、あるいは参照するなんか優れた元ネタみたいなところのなんかそういうのがもうだんだんちょっと尽きてきちゃってたらしくて、そんなこと言ってんだけど、このアルバムはもうね、最強に完成度高いですね。ビビるぐらい。なんかでもね、ちょっと俺の中では、ある意味、これはちょっと賛同してもらえないかもしれないんだけど、ビーチボーイズで言うとペットサウンズとスマイルみたいな関係なんですよ。ただビーチボーイズのスマイルは完成しなかったんだけど、完成したとして、発展してるんだよね。ロンバケから。より、クロート好みっていうか複雑化してるとこあると思います。メロディーラインとかも、すげえ美しいんだけど、ちょっとなんか咀嚼するのに若干ロンバケよりは時間かかる内容かもしれないですね。この2枚、もう間違いないと思います。はい。はい、続きまして、じゃあネクストステップいきたいと思うんだけども、こっからすでにですね、いろいろ意見が分かれそうな気もするんだけど、ちょっとまずですね、2枚同時に、紹介します。はい、こちら。ソロ1枚目の大滝栄一、そしてナイアガラムーンというアルバムですね。これは本当に初期の
ソロアルバム。70年代たくさんアルバム出してるんだけど、大滝栄一名義っていうのはやっぱり少なくて、その中だったらこの2枚が特にね、優れてるのかなと個人的に思っております。ハッピーエンドの路線から、だんだんとですね、このリズムのね、追求をしだすという。で、ソロ1枚目の、ね、大滝栄一の方では、探求が中途半端って細野さんに言われるんですね。もうちょっとリズムに触れようと。で、そういうところからナイアガラムーンにね、行くという感じで。でもこの2枚はね、非常に楽しめると思いますね。ロンバケとかイーチタイムみたいなポップで超わかりやすいってのはないんだけど、非常に評価の高いアルバム2枚。このもう影響力高いですね、このアルバムは。だからこの辺の要素を70年代、10年ぐらいかけて大滝さん発展させていくというイメージで、大丈夫だと思います。この2枚おすすめです。で、続きまして、もうちょっとこれはもう俺の判断になっちゃうんだけど、こちら、レッツオンドアゲインという、これもね、カルト的な名盤ですね。あんまり正直売れませんでした。もう多分、1000枚、2000枚とかしか売れなかったんじゃないかな。ただ、ピーター・バラカンとかもね、フェイバレットに上げてるようなアルバムなんだけど、変なアルバムです。ピンク・レディの、渚のシンドバッドの温度バージョンが入ってたりとかですね。レイ・チャールズの What Do I Say? これの温度バージョンが入っていたりとか、もうかなりイカれた内容なんだけど、ここまでやっぱりね、こういう路線を突き詰めた人っていないから、一個のドキュメントとして聞く価値非常にあると思うんですよ。で、これしかも今までね、全然手に入んなかったアルバムなのね。こういうのがサブスクとかで聴けるようになるから、やっぱこれからね、この辺の評価も上がってくると思うんだよね。これはもう非常に面白い。絶対おすすめ。はい。あとじゃあ後期の第2期ナイアガラのちょっと洗練されてきた時期で付け加えるとしたらこちらですね。ナイアガラトライアングルボリューム2という。で、ナイアガラトライアングルという、企画がそれまで1回あったんだけど、それ第2弾ということで、第1弾が山下達郎と伊藤銀次、そして大滝栄一の3人で、不思議な企画だよね、それもね。3人のアーティストで、アルバムを作るっていうのを70年代1回やってて、だからシュガーベールとココナッツバンク、そして大滝栄一ですよね。ちょっと1回出したんだけど、2つのね、バンド解散しちゃったから、それ以降そういうのやってなかったということで。で、その第2弾。こういうプロジェクトがたくさんあるから大滝さんのね、活動を追いにくいんだけど、これに参加してるのが、佐野元春、杉正道、そして大滝栄一ですね。これは非常に楽しめると思いますよ。ロンバケとかイーチタイムみたいな、統一感はないけど、当時の感じのプロダクションでこの3人のアーティスト、優れた3人のアーティストの楽曲を楽しめるというね。これはぶっちゃけもうエッセンシャルにも入れていいぐらいの作品だと思います。はい。あとちょっと付け加えるとしたら、ここにも表示してるんですけど、松田聖子の風立ちぬ。これの A 面はすべて大滝さんの作品ですね。こういうちょっとメインストリームの、アーティストと一緒にやってる大滝さん。この路線もね、ぜひ、もしよかったら。はい。はい。じゃあ、そして最後、大滝栄一をより楽しむためにはなんですけども、この人はもう沼ですよ、本当に。めちゃくちゃね、深いです。ナイアガラのね、関連作品、マニアック系のプロジェクトにもちろん行ってほしいし、あと、ラジオですね。大滝さんの、ナイアガラのね、ラジオ、これはもう、邦楽の評論誌においてもかなり重要だと思うんで、なかなかちょっとね、追いづらいんだけど、楽しめると思います。はい。あるいはあとシリアポールとかね、大滝さんがね、ナイアガラから出した女性シンガー。他にも吉田美奈子に書いた夢で会えたらとか、本当にいろんなとこから攻めれるんですけども。書籍も結構面白いですね。大滝さんたくさん書籍出てるんで、そっちもぜひね、読んでほしいね。文章で彼が語ってること読むと、面白い。あとはやっぱフィル・スペクターとかね、エルビスの引用元。ね、そっちもね、ぜひね、楽しんでほしいなと思います。はい。そんな感じで、ちょっと熱く語っちゃいましたけども、大滝栄一、入門でした。ぜひね、サブスクで楽しみましょう。そんな感じで。それでは。君の